上向きに寝てスマホを見ながらゆっくり足をかしていきましょう。ゆっくり開いてゆっくり閉じていきます。開くときは重力を使って開くイメージです。閉じるときは内ももの筋肉を使って閉じましょう。しっかり膝と膝をつけましょう。ゆっくり1分間続けてみましょう。全然余裕があるよという人はお尻を少し床から浮かせましょう。こうすると下っ腹にも効果的です。腰に痛みがある人はお尻にクッションを引くか、自分の手をお尻の下に入れてお尻を浮かせると楽になります。裏ももが硬くて膝を伸ばしているのが辛い人は膝曲げて OK です。なぜゆっくり動かすかというと、同じ動きでもゆっくりにするだけで負荷が増します。短時間で効率的にダイエットがしたい方はおすすめです。ずっとゆっくりだと結構きついので、速い動きとゆっくり交互に作ってあります。一度足を下ろしましょう。次はゆっくり足を上げていただいて、その状態で自転車漕ぎをしていきます。これはできる限り早く行ってみましょう。前ももをできる限り使わずに股関節付け根や下っ腹を使うイメージです。もしも余裕がある人はしっかり膝を伸ばしきると膝肉を撃退できます。残り少し頑張りましょう。あくまでズボラストレッチなのでいつでもサボって OK です。はい、お疲れ様でした。次はゆっくりです。股関節を外に開いた状態でゆっくりお尻を持ち上げていきます。お尻や裏ももの付け根を使うイメージです。いまいち裏ももやお尻使えてる感覚ない人は自分の手で触ってみると力が入っていることが確認できると思います。股関節を外に思い切り開きすぎるとお尻がちょっとつりそうになったりするので、適度に開いておけば良いと思います。目的はお尻と裏ももの付け根の筋肉を使うことです。ゆっくりやるスピードなんですが、10秒かけて上げる、10秒かけて下げるぐらいがちょうどいいかなと思います。あまり高く上げすぎると腰反って痛めてしまうので、体から膝が一直線になるぐらいまでの高さで大丈夫です。このゆっくり動かす動きはすごく乳酸がたくさん出るので、体脂肪の分解には効果的なんです。さらにおまけの効果として成長ホルモンがたくさん分泌されるので、アンチエイジングの効果もあったりします。少しだけ休憩しましょう。次は両足を浮かせて膝を曲げたまま股関節を開きます。そのまま膝と膝をタッチします。これは素早く行いましょう。見やすく向きを変えます。足を浮かせるのに下っ腹を使って、膝を閉じるのに内ももを使います。少しお尻を床から浮かせるようにした方が下っ腹にも効きます。内ももの脂肪とか太ももと太ももの隙間作りたい人、これがめちゃめちゃ効果的です。もう少し頑張りましょう。はい、少し休憩しましょう。次は膝曲げた状態から片足ずつ膝を伸ばしきりましょう。これはゆっくりです。膝をしっかり伸ばしきって膝肉を撃退します。この体勢でもし腰が反ってしまって痛みが出るという人は、高めの枕を入れてあげると腰が反りづらくなります。裏ももやふくらはぎが硬い人は膝をしっかり伸ばしきるのが結構きついと思います。ゆっくりでいいので前ももの筋肉を使ってしっかり膝を伸ばしきるように意識してみましょう。もしも余裕がある人は伸ばしきった時につま先を少し自分の方にぐっと引いてみましょう。膝の裏が伸びる感覚があると思います。このゆっくりした動きではインナーマッスルまで使えるというメリットがあります。逆に速い動きはアウターマッスル、外側の筋肉を使えるというイメージです。交互に繰り返すことでアウターマッスルもインナーマッスルも両方使えます。
少し休憩しましょう。次は両足を持ち上げて、かかとで裏ももをタッチするイメージで足をパタパタさせます。そんなにきつい動きじゃないので、お尻を少し浮かせて下っ腹にも効かせましょう。足は裏ももとふくらはぎの筋肉を使うイメージです。余裕がある人はここからさらにペースアップしましょう。僕に負けないぐらい高速でパタパタ動かしましょう。ラスト5秒頑張りましょう。3、2、1、お疲れ様です。ちょっと休憩しましょう。次はゆっくりスイムキックしていきます。股関節を開いてゆっくり膝を閉じましょう。できる限りゆっくりです。お尻を少し浮かせて膝曲げたまま股関節開いてしっかり閉じましょう。足を手前に引くときに下っ腹を使って股関節を開いて閉じるときに内ももを使いましょう。もしも余裕があれば最後膝をしっかり伸ばしきるとかなりきついです。ここですね。しっかり膝伸ばしきって戻す。これがかなりきついです。反り腰だったり腰痛がある人は無理せず行いましょう。きつくてもいいから早く結果を出したいという人はこのスローストレッチおすすめです。ちょっときついですが頑張りましょう。ちなみに僕は3週間で太ももマイナス3センチ、ウエストマイナス6センチです。習慣化して正しく行えばこれぐらい結果が出ます。少し休憩しましょう。膝を曲げたまま早くかかと上げ、つま先上げ繰り返します。ポイントはしっかり限界まで上げることです。早くやることも大切ですが、普段動かさない範囲まで動かすことはもっと大切です。つま先を上げるときにすねの筋肉を使って、かかとを上げるときにふくらはぎの筋肉を使います。反り腰だったりヒールばかり履いている人はつま先を上げる動きが苦手だと思います。しっかりつま先を高く上げましょう。ちょっと休憩したら次は片足ずつ股関節を回していきます。右足から回していきましょう。股関節の付け根から回すイメージです。最初の30秒は大きく外回し、最後の30秒は大きく内回しをしていきます。この体勢でも腰が痛くなってしまう人は左膝曲げていただいて大丈夫です。左の足の裏は床につけて左膝を曲げましょう。多少楽になると思います。それでは反対の内回し、残り30秒やっていきましょう。内回しの方が普段しない動きなので難しいと思います。慌てる必要はないので、ゆっくり普段動かさない範囲まで大きく動かしてみましょう。股関節付け根や内ももの筋肉が動いている感覚があると良いと思います。逆に前ももばっかり使ってしまうとあまり良くないです。股関節付け根と内もも意識しましょう。そのまま左足もやっていきます。まずは外回しからやっていきましょう。腰が不安な人は右膝を立てたまま行ってみましょう。すいません、僕も左足利き足じゃないので最初ちょっとつまずいちゃいました。簡単そうに見えて結構難しいと思います。大きく回しましょう。股関節硬い人は右の骨盤が浮いてきちゃうと思うんですけど、特に問題ないです。股関節がゴリゴリなる人も特に問題はないんですが、もし痛みがある場合は痛みない範囲で行いましょう。残り30秒逆回ししていきましょう。ゴリゴリなる原因は老廃物が溜まってるか、股関節の筋肉が硬いか、どちらかの可能性が高いです。ズボラストレッチではリクエストを随時受け付けてます。動画の中に入れてリクエストをお答えするようにしますので、お気軽にコメントでリクエストください。コメント欄は他にも実践報告として皆さんにお使いいただいてます。次は両足を伸ばして肩幅より少し広めぐらいに
足を広げましょう。その状態で股関節を内外にねじります。これは速い動きなので無理がない範囲で早く動かしましょう。早く動かすとついつま先だけ内外に動かすイメージになっちゃうんですが、股関節の付け根から動かすことがポイントです。スピードよりも股関節の付け根を動かす意識が大切です。実践していて疑問点があったらコメントで質問いただけると助かります。必ず返信いたします。次は片足ずつゆっくり開脚していきます。まずは左足から行いましょう。ゆっくりで大丈夫です。僕がせっかちなのでちょっと早めになっちゃいました。動画よりももっとゆっくりで大丈夫です。外ももというよりも外ももの付け根、お尻の横あたりを動かすイメージで行いましょう。かかとは床についてても大丈夫です。ゆっくりでいいので限界まで開脚するようにしましょう。毎日動画を上げていてたくさん種類があるのでどれをやったらよいかわからない、そんな疑問もあると思います。太もも痩せ15分チャレンジという動画のコメント欄でそんな疑問を僕が一人一人お答えしてアドバイスしてます。なのでコメント欄見ていただいてぜひ参考にしていただければと思います。ヘルニアとか分離症とか持病がある方も遠慮なくコメントで質問してください。すべてお答えします。不安がない状態で実践できるようにしましょう。上向きで行う種目はこれでおしまいです。一回起き上がりましょう。正座の状態を作って一回後ろに手をつきましょう。手の向きは自分が楽な方向で大丈夫です。指先前向きでも後ろ向きでもどちらでも大丈夫です。前ももが伸びている状態で足をパタパタ動かしましょう。前ももにあまり伸び感がない人は手をもう少し後ろについたり肘をついたりして体を後ろに倒しましょう。腰が反らないようにちょっと腹筋に力入れて背中を丸めるような体勢だとやりやすいと思います。次はその